はい、皆さんこんにちは。お待たせいたしました。ここから1時間ちょっとぐらいですけれども、ミュージシャン大友義秀さんのレクチャーを行います。大友義秀さんです。よろしくお願いします。はい、今日ホストを務めさせていただきます、私サウンド&レコーディングマガジンというマンスリーの、音楽作る人のための雑誌ですね、のエグゼクティブエディターの国崎と申します。よろしくお願いします。はい、まずはこちらの大友さんどんな方かということをちょっとご紹介したいなと思うのですが、はいはい、さっきミュージシャンとなんか一言で言ってしまいましたけれども、実は非常に多様な側面をお持ちで、ギタリスト、はいですね、はいはい、ギター弾きます。ギターも弾きます。あとはターンテーブリスト、はい、多分日本でもかなり最初期からターンテーブルを使ってらっしゃる。やってたと思います。はい。で最近だとあとは、サウンドインスタレーション、はい、もうやりますね。いわゆるアートピースを作られたりもされていると。他にはあとは映画とかテレビのサウンドトラック、サウンドトラックのコンポーザーでもいらっしゃるとし、あとプロデュースですか、はい、音楽だけじゃなくてイベントのプロデュースもやるしっていう感じですかね。はい、非常に幅広い活動をされている方なので、一つ一つ全部紹介していくと大変なんですけれども、大友さんにまず名刺代わりに、俺はこんな音楽をやっているんだと。そっか、俺の音楽の方ですね。わかりました。どうしようかな。最初にまずはすいません、じゃあこれちょっと、これは、2011年の福島です。どういうことかというと、東日本大震災があって、原発の事故があって、福島市に人が住めるのか住めないのかっていう議論になってた時に、福島市の野外でやったフェスティバルの様子です。ちょっとまず、見てください。こんな感じでやりました。これ、全体フェスティバル自体は丸1日やったんですけど、僕のパートは1時間くらいやって、その中のごく一部分ですけども、一般の人と一緒に、会場にいる人たちと一緒に演奏しました。で、会場にいる人は普通の一般の人もいるし、このフェスに集まってきてくれた、ミュージシャン、坂本龍一さんとかそういう有名な方もこの中には入ってます。ちょっと、録音があんまり良くないんですけども、その時の様子がテレビで流れたものの一部分です。ちょっと流してみます。これ多分今度皆さんと一緒にやるのがちょっとこんな感じです。この時は280人の演奏家が参加してました。ちょっと先飛ばしますね。いろいろ式でこうやって一般の人たちと、この中には楽器を演奏できる人もいれば、全然初めて楽器を持ってきた人とか、
もういます。今映っているのは二階堂和美さんという有名な日本の歌手の方です。ちょっと飛ばします。こうやっていくつかのサインで組みながら楽器のスキルがない人でもある人もほぼ同等に参加できるような形のオーケストラをこの時組みました。なんでこんなの組んだかっていうのは後で説明します。この踊ってるのがさっき言った二階堂和美さんっていう去年日本で大ヒットを飛ばした女性の歌手の方です。ちょっと録音が本当に悪いので伝わりにくいと思いますけども、今僕がメガホンを渡した人は遠藤道郎といって日本のパンクロックを最初に始めた人です。現在64歳ですけども、これちょっと伝わりにくいけどものすごい音量でした。この時全部アコースティックで演奏してますけども、これ会場には1万6,000人ほどいたようです。これが多分原発事故後最初に福島でやった、大きなイベントだったと思います。すみません、ちょっと分かりにくいけど、はい、はい、大友さんは今の映像の中でも指揮者のように何かいろいろな合図をされてたと思うんですけれども、あれは事前に参加されたミュージシャンの方がミュージシャンと一般の方も含めてこの合図だとこういうアクションをしなさいというのを事前に何か伝えてるんですか？やりました1時間くらいリハーサルやったんですけど、この時は今僕がやってる部分しか映ってないですけど、指揮者もどんどん入れ替わってよくて、指揮者によって自分たちでルールを勝手に決めていいというふうにしてやったりしましたけど、具体的にどんなルール？すごいシンプルで、1番ってやったら短い音バン、5番長い音バーストップとか、3番リズムを出すとか、これは誰かの音を真似してください、これはやってることを続けてください、あとはこれ止まるとか、全部で8種類くらいのサインだけで結構いろんなことができる感じです。いらっしゃった方々っていうのは、そのプロのミュージシャンもいたし、でもアマチュアもいらっしゃって、楽器演奏したことない人もいました。で例えばそういう人たちが混ざっていても、音楽を作り出せるものなんですか？そういうことを目指してて、通常は例えばオーケストラをやるっていうと何か目標を目指す音楽があって、そこに近づくために楽器のスキルを上げていったり工夫をするんですけど、そうではなくて、もう今その人が持っているそのまんまのスキルだけで一緒にやれるってしていかないと、楽器できる人とできない人の間にヒエラルキーみたいのができちゃうので、なるべくそれは作りたくないので。そこ不思議なんですけれども、大友さんはプロフェッショナルなミュージシャンではないですか？そういう意味ではヒエラルキーがあるから、そう、ヒエラルキーがあった方が俺金稼げるですよね。だけど、それをなぜ取り払おうと？いや、ヒエラルキーがある音楽もあっていいんです。皆さんプロフェッショナル目指していると思うから、当然アマチュアではできないことをやることで、なんていうのかな、いい音楽作ったり、もっと言っちゃえばお金稼げるかもしれない。だけど音楽って別にプロフェッショナルのものだけではないので、本来音楽って別になんていうのかな、誰でもやってたものだと思うんです。特にレコードを販売したりラジオができたりする前の時代っていうのはもっと誰でも音楽をやってたと思うんですけども、おそらくこの百何十年間かの音楽を商品として販売するっていう歴史の中でプロとアマチュアっていうのがすごい分かれちゃったと思うんですね。日本では間違いなくそうで、一般の人はまずカラオケ以外の音楽は今やらなくなってしまった。だけど、カラオケいいんですけど、もうちょっと違う形で
普通の人が音楽楽しむ現場もあっていいかなっていうのをこの10年くらいですけど思うようになってて、そのための試みとしてこのオーケストラ、オーケストラと言っていいんですか？オーケストラと言っていいと思います。最初のうちはこういう形じゃなくてもっといろいろ試してたんですけど、震災後特に、福島に入ったりした時に、僕福島で育った関係で震災後は福島に入っていろいろ活動したんですけど、福島自体は音楽シーンがそんなにないので、プロフェッショナルのミュージシャンもいないので、福島の人たちと音楽作るってなるとどうしても人材がいないしアマチュアばっかりなので、その人たちとやっても例えば東京から来るプロのミュージシャンと互角に面白い音楽できるような場を作るにはどうしたらいいかって思って、で特にこの時は震災後最初のフェスティバルだったので、誰かに助けてもらうとか、東京から来た人たちがいい演奏をしてくれて助けられるじゃなくて、自分たちで立ち上がってってこれからどうにかしていかなきゃいけないという時だったんで、それを音楽でやるんだったら福島の人間がやっていかなきゃっていうので、自分たちで参加することを出す、むしろ作っていくというか、フェス自体をね、だからこの時はフェスの会場も全部自分たちで作ってやったんですよね。なんかそういう形を作っていかないとと思いましたね。はい。実際にこう参加された方々、今映像を見てると本当に楽しそうに見えましたけれども、結構やっぱり盛り上がった感じだった。盛り上がったけど、でもねこの時は正直本当に今もですけど状況が厳しくて、福島県内のある部分は本当に人が入れないくらい放射線高いですし、ここはその中でも奇跡的に放射線量の低い場所だったんですけど、そこの中に集まっていいかどうかっていう議論からまず始めて、まずその人を集めていいのかどうかっていう、で当然それは議論されるべきだし、会場の放射線量も測んなきゃいけないし、だけどなんでこんなことをやりだしたかというと、最初の震災の1ヶ月後2ヶ月後は放射線量を国が隠してたっていう事実があって、それなんとかしなきゃと思って、ちゃんと一般の人でも放射線測って、今自分たちがどういう状況にいるかを自分たちで考えられるような枠組み作るのにどうしたらいいか考えてあげく、外でフェスティバルやるって言っちゃえばいいと思って、つまりやれるぐらいのもう放射線の少ない地域もあるんだということを示したい。それもあったですけど、自分たちで放射線測ってもいいんだよっていうのを、誰かの発表を待つんじゃなくて自分たちで測れるし、それ測ったものを科学者や一般の人たちと議論して、この時は議論のテーブルもフェスの中であったんですけども、このフェスをやっていいのかどうかという、そういうのもあったので、そういうふうな考え方というか、だから福島に住んでいいっていうメッセージを出したかったのではなくて、こういう状況の中でどうやって生きていけばいいかっていう考え方をフェスやることで示そうと思って、どんどんメールが来るはい、そんなような感じでこれやって、で、その時に、ちょっとやったのがですね、試したのが、風呂敷を会場に敷くというプロジェクトをやりまして。風呂敷っていうのが多分、風呂敷って説明すると難しいよね。っていう方分かりづらい言葉かもしれないですね。今トランスレーターの人たちがきっと風呂敷って言葉を訳してくれるんじゃないかと思いますけど、これじゃないな、すいません、どっか行っちゃった。風呂敷の写真がねどっかにあると思う。うなずいてますよ。説明してくださったみたいです。本当、ありがとうございます。ちょっと待ってね。すごい管理が悪くて風呂敷の写真が全然ないどこだ、大友写真、これかな。じゃーん、あった、風呂敷写真。風呂敷というのはもう説明トランスレーターの方がしたかもしれませんが、日本で伝統的にあるこのくらいの大きさの生地で、それはラッピングしてこう担いだりするのに使うんですけど、日本の家庭だったらほぼ誰でも持ってます。それをみんなでつなぎ合わせてフェスティバル会場6000平方メートルある芝生に敷こうということになりました。その時の写真が、これです。これ弾いてる最中の写真ですけども。出ますか？はい、出たね。こっち出ましたね。あっち向いて。これだいたいこのくらいの大きさの風呂敷をみんなで3週間かけて何十人もの人たちと縫い合わせました。
これフェスティバル始まる前ですね、会場に敷いてるところです。なんでこんなことしたかというと、2011年の8月の福島では放射性物質セシウムのほとんどは地面にあったんです。空気中には飛んでなかったんです。なので地面にあるセシウムが体についたり舞い上がったりしないために養生をする必要があるので、この風呂敷をまず会場に全部引いて、こんな感じでこれ縫い合わせた1枚10メートル四方の風呂敷をいくつも会場に敷きました。こうやって、養生をして、実際に福島には放射性物質があるんだっていうのが見える形にしたかったんです。それで、その上で、なんだろう、ここの会場でフェスティバルをやりました。だからフェスティバルをやる際には安全だから来てくださいってことは一切言わなくて、これだけの放射線量があってそこそこ危険ですっていうことはちゃんと伝えて、それはちゃんと言っておいて、はい、でそれを抑えるためにこの風呂敷をつないだものを、地面に、はい、覆いかぶせますと、はい、それでセシウムがこう体につくのを防ぎます。口に入ったりしないように防ぐっていうのと、はい、当日会場で売っていた食べ物にも全部検査して、はい、セシウムがどんくらい含まれてるかを表示しながらやるっていうのは多分福島で最初にやったのが僕らだと思うんですけど、で同時にとはいえやっぱり福島って言っても全部が汚染されてるわけじゃないので、ここの会場はそれでも比較的汚染の度合いが少ない会場をもちろん選びました。でここよりももっと汚染の高い地域にも人は住んでいたので、そういう人たちがここに来る分にはむしろいいかもしれないしっていう、いろんなことを悩みながら、はい、そのことを全部オープンにしてやってたフェスティバルだったんです。これはなぜ風呂敷じゃないといけなかったんです。例えばもっとこう養生するにはいろいろと便利なものが世の中にあると思うんですけれども、はいはい、これ最初ビニールシートって話があったんですけども、はい、福島市すごい暑いんですよ。で夏の8月にビニールシート敷いたら放射能で体にダメージ受けるよりも前に熱中症で死んでしまうので、やっぱり基地じゃないと無理だっていうのと、あと日本には昔から大風呂敷を広げるってことわざがあって、それは風呂敷をバンと大きな風呂敷を広げるってのはどういう意味かっていうと、実際にはできもしないことをやるっていう意味なんで、それをかけてすごい批判も多かったんですけど、とはいえ福島に住んでる人たちにとってはユーモアとかがないと生きていけないので、そういうことも含めてちょっと日本の人が聞くとクスって笑えるようなタイトル、大風呂敷っていうタイトルにして、これをやったっていうのもありますね。はい、あとはやっぱり引く手間がかかる方がよくて、なるべく多くの人が関わって、これ大きな生地を買ってきて敷いたんじゃ意味がなくて、なんかいわゆる業者の人が業者が来てバッと敷いたら簡単だと思うんですけど、そうじゃなくて日本中の人がこの生地を持ち寄ってみんなで縫い合わせてっていう、なるべく面倒くさい作業の方がいいって思ったんです。でその上でそこでアマチュアの人たちもプロの人たちも一緒に演奏するっていうことをやれたらいいなってこの時思いました。今後皆さんも参加していただくそのオーケストラ的なものっていうのは、じゃあ先ほどのコンダクトの延長的なものと、延長ですね。あれからまた4年も経ってるんでやり方多少変わったのと、多分皆さんはアマチュアではないので、ある程度の演奏スキルのある方たちなのでちょっとハードルを上げると思います。あと誰かが中心になって一人の人が中心になってコントロールし続けるという形はあんまり望んでないので、中心になる人はもう次々入れ替わるように。それはなぜなんですか、入れ替わっていくっていうのは。なんか僕がずっと真ん中にいると居心地が悪いのでっていうのもありますし、人が変わった方が音楽が変わっていくので面白い、その方がはるかに面白いですね、このやり方やるときは。いろんな音楽があるっていう話ありましたけれども、その世の中にはきちっとスコアが書かれて、コンポーザーの意図通りに演奏していくものがある一方で、今大友さんから説明いただいているような音楽っていうのはそれこそ自発的であったりとか、偶発的であったりとか、どこにどう流れていくのかわからないような、分かんないですね。それは再現もできない、はい、それは音楽家として楽しいからやってらっしゃるんですか？そうですねなんだろうな、
多分僕がもともと影響を受けた音楽というのがフリージャズだったり即興音楽インプロバイズドミュージックであったり、あとサイケデリックなロックであったりなので、もともとスコアのあるようなものではなかったのも一つ大きな理由ですけど、あとはこれは多分僕自身の個人的な性格の問題だと思いますけど、自分の頭の中で出来上がった何かを再現してもらうっていうのはもうすぐ飽きちゃうので、自分で飽きてしまう。すぐ飽きる、なんか自分じゃ分かんないことが起こった方がはるかに面白いので、一人でやるとだからなかなかそうならないです。一人でギターソロやると自分以上のものってなかなか出てこないので、だから僕は機械が暴走したりとか、ギターがフィードバックするのが好きなのは自分でコントロールできないからなんですけど、誰かとやるということはその人を自分の支配下に置くことじゃなくて、もう一つアイデアのある人が来るってことだから、そしたらね、先がどうなるかわからないので、そのどうなるかわからない度合いが多ければ多いほど楽しいとなぜか思うので。なるほどね。今ギターのフィードバックとかお話ありましたけれど、大友さんノイズミュージックもやってらっしゃってて、ギターでノイズを出される場合もあるし、それこそ今手前にありますけれどもターンテーブルでノイズを、これすごい簡単ですよね。何のスキルもいらないですけどね、こうやってとかこれだけでも十分面白いけどね。これなんでゴールドなの初めて見た。これで例えばいけねえ。これでトーンコントロールを変えていくと、これでこういう音にもなるし、面白いでしょ。面白くないか。俺は面白いと思うんですけどね、すごい好きなんですけど、このカートリッジの種類もいろいろ変えていくと、いや拍手するとこじゃないと思う今日はできないけども、ターンテーブルのフィードバックもすごい面白くて、フィードバックさせたらエンジニアの人が怒るかな。ほら来た来たね。最高でしょとかね、いや拍手するとこじゃないと思う今日これすごいいいですね。こうサブウーファーが素晴らしいよね。ここにジェネレックのサブウーファーがあって、ボディソニックのように聞いてるんですけど、すごいいいですね。これを何本売るとジェネレックのサブウーファーが買えるんでしょうね。すごいでも制御できない面白さとかでノイズっておっしゃってましたけど、今のターンテーブルの操り方って非常に大友さんはもう制御してらっしゃるよね。今は結構適当にやったけど、パフォーマンスの時はかなり自分なりにコントロールはしてます。それはもうなんだろう、こういうふうにカートリッジとか針を触るとこういう音が出るとか、ここら辺をこするとこうだっていうのはもう経験上全て分かってらっしゃる。全てじゃないけども多分8割くらいは分かっていて、あとは会場のサウンドシステムとか、会場の響きでフィードバックのポイントは全部違うので、それはね経験的に分かっちゃうんですけど、本当は分かんない方が好きさっきの話の流れだと、コントロールできない方が分からない方が、だからとても残念なんだけど、人間には記憶力があるので、だからもう少し年を取るとだんだんボケてくると思うので、そうすると毎日すごい楽しく音楽ができるような気が、全て経験を忘れて新鮮な気持ちで、そんな感じがしますけど、でもいずれにしろ自分でソロやる時も、ね、こうやってアンコントローラブルなものがいいと思う自分でソロやる時もなるべく自分で全部コントロールできない要因を作ります僕は。なんか決まったことやるのはなんかダメなんですよね。なんかやってくださいって言って決まったことはあんまりやりたくない。なんか決まってる場合は決まってる中で、相手が嫌がることっていうか違うことをやったりしますね。なるほどなるほど。ターンテーブルを使った音楽のそのパフォーマンスだけでなくて、インスタレーションやってらっしゃいますよね。少しその話をしていただけますか。じゃあそれもちょっと YouTube に上がってるかな、探しますね。
これは Without Records っていう展示です。面白いでしょこれが百何十台集まってコンピューターで電源のオンオフを制御してます。今フィードバックしてる音ですね。こんな感じで100、この時は120台だったかな。ターンテーブルを120台ぐらい。120台がランダムに電源のオンオフだけなんですけども、一つ一つのそのターンテーブルにはまさにタイトル通り Without Records でレコードは載っていない。載ってない。で一個一個のターンテーブルから、これは僕一人で作ったんじゃなくて何十人もの人と作ったんですけど、いろいろ工夫しながら、あれこれ俺のターンテーブルソロが今出てきちゃった。ちょっと止めときます。ちょっと止めますね。はい。なんだろう、ワークショップみたいのをやって、はい、ターンテーブルでレコードを使わずに音が出る仕組みを作ってくださいっていうのを何十人かの人たちと一緒に、ワークショップに呼んだ人たちに作ってもらった、作ってもらう3日間くらいかけて、それはもう小学生からおじいちゃんまでいて、みんなで作って、であとはそれを会場に並べて、電源のオンオフだけはコンピューターでいろんな形で、ある1台だけが鳴ったり、全体が鳴ったり、風のように向こうからこっちに電源がオンオフしたりっていうようないろいろな設定を作って、動かすように。その制御は確かMaxMSP でサイクリングのやつでやったやつですよね。なんだろう、今パッと映像だけ見るとそれぞれ100何台かのターンテーブルがランダムになっているように見えますけれども、実はその MAX でプログラミングしてある程度意図通りになるようにはされている。なってます。ある1台だけがソロイストのようになったり、もういろんな形の設定を作ってて、ただしその出る頻度っていうのはランダムにしてるので、次にどういうシーンになるかは僕もわからない。最初から最後までもう何か決まってるわけではなくて、ある種のランダムネスが同じ瞬間は一度もないようなプログラムなのと、あともう一つは使ってるターンテーブルが全部古いものなので、50年代60年代70年代のものなので、よく壊れたり最初の設定と違うようになるので、音も一度として同じ状態が維持できないというか、これ6789105ヶ月間やったんですけど、今のは山口のワイカムというところですね。最初120台全部鳴ってたんですけど、最後は80台くらいしか動いてなかったので、そういう壊れていくのも含めて作品というふうに考えてますけどね。ちょっと山口の説明を補足しますと、山口県山口市にワイカムという、山口情報芸術センターという、メディアアートに特化した美術館と言っていいんですかね。そうですね。
がありまして、いろんなメディアアートの方、皆さんおなじみの方だと、カールステン・ニコライさんであるとか、まさしく今日この後レセプションありますけど、領事池田であるとかはその山口の情報芸術センターで、いろいろと作品を、そうですね、レジデンスで作られていて、大友さんのさっき見ていただいた「Without Records」もそのレジデンスで、2008年に作ったものですね、そこで。はい、というちょっと東京からは離れているもっと西の方にある、山口県なんですけれども、なんだろうな、最近は外国の人も東京来てもすぐ山口に行ってしまうというか、そこがすごいのは単に場所としてだけじゃなくて、優秀なエンジニアがテクニシャンが何人もいるんですよね。だからその人たちとチームを組みながらアイデアを実現できるので、そこが何よりも素晴らしいですね。メディアアートって多分今日いらっしゃってる方々も興味あると思いますけど、一人でプログラミングして作ることもできますけれども、ある種人海戦術的な、最後の最後はこう一つのアイデアをまとめ上げていくのに何人もの人間でものを作ったり、プログラミングしたりとかっていう作業は必ず必要になりますよね。必要になりますね。だからこれ全体の展示のタイトルを僕はアンサンブルズっていう、アンサンブルを複数形にしたんですけど、それは音楽家だけじゃなくてテクニシャンとか美術家とかいろんな人たちがオーケストラを組むように作品を作っていくっていうようなつもりでつけたタイトルなんですけどね。先ほどから、今日のお話ずっと聞いてると、大友さんってやっぱ一人では完結させたくない、いろんな人、自分ではコントロールできない人も含めていろんな人とそのやり取りを楽しみながら自分でもびっくりするようなものを作りたいっていう欲望というか願望が強いんですかね。一人でももちろんやるんですけど、一人でやるとすぐ飽きるので、やっぱり誰かとワイワイやってる方が楽しいですね。その誰かと一緒にやる時のコツっていうのはありますかね。いやそれはもう相手によって本当に違うので、これが一番いい方法だっていうのはないと思いますけど、請求に答えを求めないことかな。例えばパッと出会って少し音合わせをして、ダメだもうこいつとはやれないとかではなく、でもそういうこともあるよこいつとはやりたくないって思うこともある、あるけど、いや請求に答えを求めないっていうのは、僕とこの人がやったらこうでしょうってすぐ答えが出るようなことじゃない方が面白いかなっていうのと、やっぱりなんかその過程というかプロセスが面白いので、あとはあんまり自分のはこうしたいからっていうのだけで押してっちゃうとアンサンブルにはならないので、相手の意見聞きながら、じゃあこれはどうっていうと、また相手がこう出してきてっていう、なんていうのかな、最初からここに行こうって目指さないことだと思いますね。なんかやりながらここなんだなみたいな感じですかね。なるほど。その山口情報芸術センター、ワイカムで、アンサンブルズ展というのをやられて、皆さんもそうですけど東京の人にとってもなかなか山口遠くて見に行けなかった人は多かったんですけれども、だったかな、ちょっと待ってくださいね。これちょっとこれだと分かりにくいんですけども、4面のスクリーンがあります。それがボックス箱になってます。中央にそこに、即興演奏しているミュージシャンのシルエットがランダムに映されます。4面なのでちょうど4人いることが多いのでカルテッツっていうタイトルにしたんですけど、なので4面を全部見ることはできないです。四角いホワイトキューブの箱に映されているので。でこれ、僕がギター今ジム・オルークも映ってるかな。でその音に反応してものすごい小さい微細なものが動いてる映像が向かい側の、壁に映ってます。だから全部で8面の、スクリーンがあって、これもランダムに組まれてます。今聞こえてきてるのは日本の笙です。雅楽の笙で、笙という楽器ですね。これはボーカルのカヒミ・カリリさん、これジム・オルークがシンセサイザー弾いてます。これはサチコ M さんが電子音やサインウェーブ出してます。今見えるのは私がギター弾いてます。これドラムはマーティン・ブランドルマイヤーっていうラディアンのドラマ
トランペットは、アクセル・ドーナー、ベルリンの人です。これはパーカッションで、ドラビデオさんです。これ映像と見てる人のシルエットもこうやって映り込みます。これももう延々と終わりがないので、やってる間はどういう組み合わせになるか僕らもわからない感じです。でこれはスピーカーの上にちっちゃいボールを乗せたり、スピーカーの上に油を貼ったりしたものが振動で動いて音に反応してます。これはスピーカーの上に、ものすごく細い糸を乗せたものかな。それをカメラで接写してものすごく巨大に映してます。だから実際に音の動きが物理的に見えるのと同時にミュージシャンのシルエットがこうやって見える感じです。こんな作品が東京で、11月22日からあるので、皆さん国に帰らなきゃいけないと思いますがもしもチケット延長できる人は残ってって見ていただけると嬉しいかな。4面スクリーンっていうかキューブになってて、はい、その4面に映し出されるミュージシャンっていうのはランダムなんですね。誰が映し出されるのかは分からない。そう全部で8人のミュージシャンがいるんですけど、誰が映るか分かんないし、時々バグを起こしたように一つの面に2人になったり、はいはい、誰もいなかったりとかっていうことも起こるようにプログラムしてます。でそれぞれの8人の演奏者は、もともと何かに合わせて演奏しているんですか？いえいえ、8人の演奏者はちゃんとしたスタジオでシルエットを取るだけで、はい、取りながらソロ演奏を、何テイクか、他の人の演奏を聴きながらではなくて、10分間から30分間の間のソロ演奏を1人につき、2テイクから4テイクくらい取って、だからソロ演奏としても完全に成り立つくらいいい演奏なんですけど、彼らに一つだけ言ったのは、これを複数のミュージシャンと同時に流すので、そのスペースを空けた演奏をして、即興演奏をしてくださいということしか言ってないですね。でその8人の中からランダムで、4人が選ばれて、変わるその組み合わせが変わっていくと、どんどん変わっていきますね。はい、で時々はソロになることもあるし、1人しか出出ない時もあるし、偶然の確率で誰もいない時間っていうのができる時もあるし、やっぱり偶然の確率で各面に何人か、5人以上になっちゃうこともたまにある、そういうバグみたいなこともわざと作ってますけど、同時にはその2面しか見ることができないですね。どうやっても2面しか見れない、四角いあれですので、音はそれでも四方の、音は聞こえてくるので反対側で何が起こってるかは想像できるけど、映像は見えないと。その代わり反対側ので起こっていることは、その向かい側のスクリーンに音によって動く、先ほどの粒子みたいなものが、マテリアルが見えるっていう感じですかね。なるほど。当時僕もこれは拝見したんです。とても印象的な美しい作品だなと。そうですよね、僕には珍しく美しいものを作りました。先ほどの暴力的な音とは別に非常に繊細な、綺麗な作品だなと思って、もう一度見たいなと思ってましたので、5年ぶりに再演になるのかな。なるほどなるほど。こういう綺麗な側面もお持ちだということをちょっと今お伝えしましたけれども、ちょっと全体に何でしょう、サウンドインスタレーション的なものであったりとか、ある種イベント的なことの紹介が続いたんですけれども、もうちょっと音楽にフォーカスした話をしたいと思うんですけれども、こういう実験的な音を、ちょっと今まで聞いてきたのは全て実験的と言ってしまっていいと思うんですけれども、そういう活動をされる傍らテレビや映画のサウンドトラックのお仕事もされてきたと。これは別に稼ぐためにそっちもやっとこうということではなく、全然ないですね。それすごく言われるんですけど、特に去年ヒットしたので、日本で毎朝 NHK、日本の公共放送で毎朝やっている朝の連続ドラマっていう、もう50年も続いている朝のドラマがあるんですけど、それのドラマの半年間、僕がサウンドトラックで担当して、それがたまたますごいヒットをしたので、
それ以来すごい言われるようになりましでたね。も以前から僕大友さんとお付き合いあるので、はいその前からもずっとサウンドトラックは手掛けやっててますらっしゃいましたよね。し、別にこういうアブストラクトな音楽だけが音楽だとは全然思ってなくて、普通に僕ジャズ大好きですし、サンバをブラジル人から習っていたこともあるし、いろんな音楽やってたので、そういうのも好きなんです、大好き。じゃあ具体的に例えばサウンドトラックのお仕事をいただいた時に、何かこうスイッチを切り替える日頃の、なんだろう、実験的な音楽とはスイッチを切り替えるということではないんですか？ではないですね、ただサウンドトラックの仕事をもらった時は何よりも自分の音楽を表現するというよりは、このドラマにとってどの音楽が一番いいかっていうのを自分の中のストックから選んでいくので、だからもしノイズみたいなのが良ければノイズ当てるけど、それじゃ合わないものだったら、例えば去年流行ったものは毎朝やる高校生が主人公のコメディーなので、ちょっとノイズは合わないですよね。合わない。なので前半はその高校生に合わせてちょっと実際聞いてみましょうかね。それね。あまちゃんという。これだ。この音楽ですね。これ僕のビッグバンドです。こんな感じで、はい、ちょっとさっきの、ね、暴力的なのとだいぶ違うので驚くと思うんですけれども、自分でも驚いてる、あまりにも違うので、はい、こういう音楽を作るスキルというのは、いつ頃身につけられたんですか？ある種ちゃんとした音楽って言うとすごい変な語弊があるんですけど、ちゃんとした音楽教育は受けてこなくて、高校生の時に学園祭でバンドを始めたりしたのがきっかけだったんですけど、だからその時にロックンロールとかポップスはギターで下手だったけど弾けたりしたんですけど、こういうスキルを本格的に覚えたのは30歳過ぎてから、サウンドトラックの仕事をたまたまするようになった時に必要に迫られてアレンジとか。これは例えば譜面をかけないともうできない音楽ですよね。これは譜面がないとできないけど、通常だったらスコア譜といって各パートを全部書かなきゃできないんですけど、僕の場合はメンバー選ぶ時にそういうスコア譜じゃなくても演奏してもらえる人たち、ただ今映った人たちはみんなクラシックの人なので、実はアドリブとかできない人たちなんですけど、それでもこういう音楽、僕のような音楽に興味を持ってる人をチョイスして、譜面だけじゃなくて演奏してもらえるっていう彼らにとっては初めての挑戦をやってもらったんです。譜面を渡さずに、譜面はね渡したけど、シンプルに、メロディーとコードとカウンターラインが書いてあるくらいの譜面で、あとはパートはバンドでやる時のように自分たちで話し合いながら作っていきましょうって。あとは考えてくれみたいな。でそういうことが通じる相手を選ぶ。だから、普通の職業でやっているスタジオミュージシャンみたいのだけ集めてもこういう音楽にはならないし、さっきの曲でいうと例えばちょっと3連っぽいサビのところ、ダダダダダダっていうのも譜面に書いたニュアンスだけだと決してああならないので、その場でみんなで相談しながらどのくらいのリズムのニュアンスにしていくかとか、あと合わせ方もぴっちり合わせるのか少しバラバラにするのかとか、そういうことは
話し合いながらやってったんで、通常の、映画とかテレビのプロフェッショナルなサウンドトラックを作る作曲家とは全然違うやり方をしてると思います。それででも伝わるミュージシャンがいるっていうのは嬉しい状況ですよね。ですね。だからここ今さっき言ってた人の多分7割くらいがクラシックで譜面を普段読んでる人たちで、残りはロックの人だったりジャズの人だったりするんですけど、そういう人たち集めてきて、それで何が起こるかというか、そういう化学反応みたいのを見ながら、曲を作っていってますね。その30歳を過ぎた頃からそういうスキルが身につくものなんですか？なかなか例えばね、普通に今いらっしゃってる方々のようにプログラミングで例えば EDM 的な音楽を作っていたりとかっていう中で、こういうビッグバンドのスコアが書けるようになるっていうのはかなりハードルが高いと思うんですけれども。ただ僕は20代の頃最初ギター勉強してた時にギター一回挫折してるんです。挫折？なんで挫折したかというと、例えばですけどなんかジム・ホールとかジャズのギタリストのああいうように弾きたいと思っても弾けなかったので、だ目標があるとそことの距離で挫折してしまうんですけど、で7、8年ギターやめてた時期があるんですけど、だけどなんか誰かみたいになろうと思わなければ、だからビッグバンドのスコアも例えばデューク・エリントンみたいになスコア書こうと思ったらそれは大変なかなか挫折しそうになりますね。だと思うけど、そうじゃなければ、自分のやり方でそれで面白いものを作っていくって考えていったら、だから最初からこういう目標値があるとそこの距離で本当に挫折してしまうけど、そうじゃなければできるなって思ってるんですけどね。自分で楽しみつつ、さっきもお話ありましたけど、この映像このドラマだったらこういう音楽が合うはずだという、自信というか信念。いやそれはでも毎回難しくて、やっぱり自信があるわけじゃないですね。監督ディレクターと話し合ったりしながら、本当に毎回僕もう80本くらい映画とかテレビの音楽やってますけど、この25年間の間にそれでも今でも悩むし、そんなに簡単にこれだって言えるもんが出るわけではなんか映像をパッと見てパッと思い浮かぶというほどではない。時々嘘ついてそう言いますけども、でも本当はそんなに簡単には出てこないかな。でもね、思いつく瞬間は本当に瞬間的だったりしますけどね。その映像を作る方との、ある種コラボレーションですけれども、それはやはり楽しいですか、音楽家としては。楽しいです。というのは映像を作る人たちは音楽のプロではないので、僕らが知ってる言葉を使ってはくれないんですよ。もっと漠然としたニュアンスだけを伝えてくるので、それを音楽の言葉にどう翻訳していくかっていう作業がやっぱすごく面白いので。例えばどんなことを言われます？いや例えばですけど、高校生が映ってたとして、空が青かったとして、この青い空のような音楽をつけてくれって言われても、青い空のような音楽なんか分かんないですよ。分かんないですよね。人それぞれだし、そもそも音に青も白も黒もないと思うので、だけどそれを僕の中で翻訳していって、この人はなんで青い空って言ってるのかっていうと、この高校生の心情が空との距離で反映されてるんだなとかっていうのを考えて、音楽だったらここにこういう音入れたらそういう役目になるなとか、そういうふうに考えながら作っていってますかね。そのあるシーンの中で例えばこれはノイズが合うぞと思ったことってのあります？ありますよありますよ。さっきの NHK の毎朝やるドラマも、実は東日本大震災のシーンが出てくるんですけども、そこはノイズというかいつもの僕のやってる音楽でやってみたらすごくあったかな。正確に言うと地震とか震災に音楽はつけられなかったんですけど、その後に起こったいろんな出来事にそういう音楽をつけていったりなんで、だから日本のお茶の間に僕がやってるような実験音楽の音楽が2013年は毎朝流れた時期があったんですけど、不思議な時期でしたよね。そうだけどみんなドラマに夢中だから、別に音楽聴いてるわけじゃないのでどうこう、あんまり言われなかったですね。音楽家としてそれは良い状況なんですか？別に音楽に耳がいってなくてもいい。サントラを作る時は音楽に耳がいっ
たら終わりだと思ってて、音楽を聴かすためじゃなくてドラマを見せるためなので、それは全然いいと思ってます。なるほど。大友さんの非常に多岐にわたる、音楽活動少しお分かりいただけたかなと思いますが、時間が、今大体6時ですので、ここからは質疑応答、何か質問があれば大友さんがいろいろと答えてくださるという形にしたいと思います。そのノイズミュージックをやってらっしゃる、あとはサウンドインタレーションをやってらっしゃる、あとはカオスコンダクトっていう話もありましたし、サウンドトラックっていう話もありました。いろんな面をお持ちなので、皆さん興味の持った、点に関してご質問あれば、よろしくお願いします。どうぞ。おやHi, and thank you. I noticed that you have some particular signals for your conduction messages to the musicians. Have you come up with them, or those are actually borrowed from some other conductors? And why did you choose that kind of signals? And also, are you using them with us? はい、それは、最初僕このアイデアを得たのは1980年代84年の作品だと思いますけども、ニューヨークのミュージシャンでブッチ・ローレンス・モリスかな、ブッチ・モリスという方がいて、多分去年か一昨年亡くなったと思うんですけど、ブッチ・モリスがコンダクションっていう作品をやっていて、それはいろんなサインがものすごい複雑なサインで3日間くらいリハーサルしないとできないようなものですけど、それを最初にレコードで聴いて、その後ブッチ・モリスが日本に90年代に2回ほど来日した時に一緒に共演して、僕は一メンバーとして演奏した時に、最初にそういう譜面とかなくてコンダクトのサインだけで音楽ができるっていう経験をしました。でそれがすごく大きかったです。ただそれはそのまんまだとアマチュアのミュージシャンにはとても置き換えられないくらい複雑なものだったので、もう本当に、ブッチ・モリスのインフォメーションが100あったとすると、その中の1くらい 1% くらいだけを絞り出して、楽器のスキルができなくてもできるようなものにどう変えていったらいいかっていうのを、この10年間くらいいろいろ試行錯誤しながらやってきて、今もまだそのプロセスですけど、ちょうど10年くらい前からそういう試みをアマチュアのミュージシャンたちとしていて、実際にトライアンドエラーしながらやってます。Thank you. そのトライアンドエラーっておっしゃいましたけれども、何かこれは難しい、これは分かりやすいとかいうのがあったんですか？ありますね。やっぱり楽器のスキルのない人だと急激に何かをチェンジするとか、っていうのはできないですし、あと自分からアイデアを出してっていう時もすごいシンプルなアイデアならすぐ出てくるんだけど、プロのミュージシャンのように次々といろんなアイデアが出てくるっていうのは普通はないので、だからバリエーションの少ないアイデアの中でそれをどうこっちが膨らましていくかっていうことを考えていかなきゃいけなかったかな。なるほど、はい、ありがとうございます。他にマイクで。I was wondering if you separate noise and more traditional music in terms of the kind of attention that they deserve or that you give them. Like, do you listen to noise around the house? Do you have to spend more time, like more attention on it when you listen to one type of music or the other? 2通りの答えがあります。一つは
今僕便宜上自分のやっている実験的な音楽をノイズと言ってしまって、そうではないものをトラディショナルって言い方しましたけど、実はどんな音楽でもノイズになる可能性もあるし、どんな音でも音楽になる可能性があると思ってて、例えばですけど、なんだろう、誰もが音楽だと思っているもの、例えばビートルズの「イエスタデイ」があったとして、素晴らしい音楽ですけど、それを聴きたくもない人の前で、これから寝ようと思っている、人の前で耳元でこうやったら「イエスタデイ」だってノイズになるわけで、どういうことかっていうと、シチュエーションによって、聞く人のシチュエーションによって、どんなもんでもノイズになるし、逆に言えば全然音楽じゃないもんでも心地よくなる可能性もあるわけで、だからそういう意味ではこれがノイズだ、これが音楽だっていう区別はそういう意味ではしてません。それが一つ目の答えです。で、もう一つ答えがあって、でもそういう考え方だと、そういう考え方だけじゃないと思ってます。やっぱり実際にある伝統的な音楽の形ってものがある音楽と、そうではない全然伝統とは関係のない、例えばこれで、またこうやってこの音が全く同じものだとは僕思ってなくて、それはやっぱりある伝統とか歴史を背負ってオーガナイズされている音と、全然そうではなくて偶発的に出てしまった音っていうのはやっぱり違うと思ってます。だけどその伝統的な音っていうのは、それを伝統だって認識できる聞き手があるから伝統的な音って思うわけなので、なんだろう、ただ単に音自体に、メッセージが全部あるわけじゃなくて、常に聞き手と音楽を作る側との関係でそれは作られていくと思ってます。で、そういう意味で言うと、僕がこういう実験的なというかノイズみたいなものを出す時っていうのは、なるべくそういうその人の記憶の中にある、これが音楽の形だっていうものと違うものを出すようにはしてきてます。だけどもう一つ段階があって、さらに言っちゃうと、とはいえ僕は若い頃からノイズミュージックみたいなのずっと聞いてきてるので、めちゃくちゃな音聞くとものすごく嬉しいんです。上がるんです。でそれってもしかしたらもうすでにオーガナイズされている伝統音楽なのかもしれないなって思うことがあります。例えば僕が若い頃聴いてた音楽で、本当に大好きで尊敬していた高柳正幸という、ギタリストがいるんですけど、その人がやっていた、どっか行っちゃったな、その人がやってた、音楽、ノイズミュージックのような、何と言ったらいいんでしょう、音楽があるんですけども、ここにきっとあるじゃん。ですね、あれ、ちょっと待って、あったこれだ、これはなんか YouTube にちょうど上がってましたけど、これ高柳正幸と阿部薫という日本の、伝説の最初のフリージャズをやったミュージシャンたちですけど、これフリージャズというより僕にはノイズミュージックに聞こえます。1970年の演奏ですけど、ちょっと聞いてみてください。うるさいです。いきます。はい、これはあとこれが50分続くのでここで止めますけども、すごい好き。この音楽とともに死んでもいいと思うぐらい大好きで、だからなんだろうね、そう考えるとこれは僕にとってはノイズじゃなくてトラディショナルな、もうトラディショナルな音楽なんですよね。だからトラディショナルって意味も人によって全然違うかなって思います。なんかこう今のお話伺ってて、大友さんが気にされてること、絶えず一応気にされてることっていうのは、聞き手側がどういう状況でどういう気持ちで音楽に接しているのかというのは、もう非常に音楽そのものを左右してしまうと思います。作ってる側だけで決められないのが音楽だと思ってて、聞
聴く人と作ってる人との関係性の中で常にこう揺らぎ続けるものが音楽だと思うので、もうみんなに嫌われるようにすごいノイズをやってやれって思っても、こうやって僕みたいにそれが大好きだって思っちゃう人もいるかもしれないので、そう考えると聞き手をコントロールすることはできないし、聞き手の自分自身すらコントロールできないのが音楽なのかなって思いますけど。その聞き手側はやっぱりこの10年ぐらいですごく変化してきてると僕は思うんですね。というのはもうまさに今 YouTube でその1970年代の音源を大友さんがこうパッと探して聞いているっていうことが象徴的だと思うんですけれども、昔の音楽でさえもまさに今の音としてネットの中からパッと拾って聴ける、つまりこう歴史的なものだという認識なくこう全ての音楽がフラットにリスナーの前に並んでいる状態じゃないですか。でそれはある種いいことかもしれないし、まあ別の言い方をすると全ての文脈はもう無視されてしまっている、このある種のフラット化というのはどういうふうに捉えたらいいんでしょう。いやYouTube だけじゃなくてこうなんだろう、インターネットの配信とかになった時にちょっと正直混乱しました。自分がすごい大切だと思ってるもんがゴミくずと同じように並んでるっていう、同じように陳列されている。だけど、でもね、とはいえもう毎晩のように僕 YouTube でいろんなの聞いて楽しんでるわけで、それはものすごく嬉しい、歓迎される状況なんですけど、一方で単に陳列されてるだけじゃなくて音楽の聴き方の問題としてみんなが今イヤホンでほとんど聴いてるでしょ。でこのイヤホンって僕問題だと思ってて、もちろんいいんですよ、全然 OK なんだけど、すごくいいんだけども、僕が子供の頃はこうやって音楽スピーカーで聴いてると、例えばお母さんが来てうるさいって文句言うわけですよ、言われますよね。言われる、それは、どういうことかというと、自分と音楽の間に他者が入るってことで、もっと言っちゃえば音楽と自分の間がピュアな関係じゃなくてノイズが入るわけですよ。母親というノイズが常に来る、だから一人だけで音楽を独占できなかった昔はね。今はこうやって一人だけで音楽独占しているのですごくピュアに聴けてるように思うけど、本当はノイズが入り込んだ方がいいと思ってて、それをうるさいってお母ちゃんがいてもいいし、そんな音楽よりこっちがいいわよっていうガールフレンドがいてもいいんだけど、その音楽との関係が1対1にならずに、なるべくいろんな要素がそこに入ってきて、そんなに簡単に音楽との関係が築けない方が僕は好きですね。それが今では本当にものすごく直接的に自分だけで音楽を聴くようになり、でありとあらゆる世界中の音楽がもうクリック一つで聴けるようになっている、それはいいことだけど、一方で本当はみんなのこういうのを後ろから行って切りたい衝動になる。電車の中でチョキチョキパチ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 。音楽を作る側としてそういうフラット化の時代に対して何でしょうね、何か意識することっていうのはありますか。そうなった時に僕の中で一番起きた大きな変化は、アルバムを作るのをやめてしまったことですね。それはなぜですか。CD とか LP っていうパッケージで、特に CD で作ってもそれが全部こうやってフラットにネットの中に並べられてしまうと、何のための曲順か、何のために曲間を5秒って決めたのかっていうのは全部無関係になっちゃうし、だとしたらアルバムって意味があんまりないかなっていう感じが。逆に例えば、そう切り離しては成り立たないような作品を作ろうとか、そういうことは。だからそれで僕インスタレーションに行ったんだけど、インスタレーションはこういうヘッドホンじゃ経験不可能な、その場に行ってみないとダメなので、今 YouTube で見せましたけど、あれだと経験したことにはなんなくて、やっぱりその場に行ってみないと。だからステレオでこうやってミックスされたもんだと常にイヤホンに入れられちゃうんだけど、ステレオでミックスできないもの、録音じゃとても捉えられないものっていう方に興味がいってしまって、それでインスタレーションやったり、あと冒頭に見せたああいう福島のあれも映像で見ることはできるけど、あの場の音圧の感じとかは再現やっぱりできないので、だからそういう再現できない、録音できないってものにますますいったかな。
だけど一方で好きなんですよ YouTube で、1940年のデューク・エリントンとか聞いてうわーってなってる、毎晩。だからこれもすごくいい、コンピューターのもすごくいいんだけど、両方かな。まあそれを意識して制作せざるを得ない状況ではありますよね。はい、ありがとうございます。他に質問があれば、じゃあそちらの方。Hello there. You collaborate with a lot of people. Do you ever struggle letting things go or embracing different musical personalities? And are you a naturally accepting person, or did you use any of these projects as a sort of therapy or anything like that? セラピー。セラピーだったらマッサージに行くかな。コラボレーションじゃなく、マッサージをする人とコラボレーションするのは好きですけど、いつも簡単じゃないですけど、うまくいかないことももちろんあるけど、でももう日常的にいろんな人とやってるので、あんまり考えてないですね。どうせうまくいかないことだらけなので、だからどうこう思わないです。大丈夫でしょうか。はい。他にもう一方そちらいらっしゃって、はい、じゃあ大丈夫かな。はい、Hey, Japan has produced some very important and influential noise musicians and has a long-standing history of it. Yet, Japan is a society built on some very long-standing traditions, and Japanese are often perceived as being polite, quiet. Do you think maybe the desire, the prevalent desire to create noise music is maybe a reaction to this kind of societal behavior? Sorry to go too deep on you. いえいえ、逆にこっちから質問ですけど、日本人はおとなしいなって来て思いますか？どうでした？ Not controlled, but from where I come from, I'm Irish, so maybe you hear I'm a drunk, and where I come from, Yes, yeah. the Japanese are quiet and they always bow and say please and thank you. はいはい。ですよね。But especially in Shibuya midnight, you can see a lot of crazy Japanese drunken people. But anyway, 多分日本の人たちの多くは、客観的に自分たちを見れる環境にないと思います。どういうことかというと、外国の人、日本以外の人と自分たちの違いっていうのを見比べられる人っていうのがすごい少ないと思います。なぜかというと、まず一つは言葉の問題、もう一つはテレビを見ても分かる通り、外国のテレビとかをやってるわけじゃなくて、すごくドメスティックな中でやっているので、どこと比べてどうこうって考え方を日本の人はあんまりしないような気がします。それは日本の人の欠点にもなり長所にもなると思うんですけども、でノイズミュージックの場合はどうしてこんなになったかというと、もちろん反動があったかもしれないけど、一つは情報が間違って伝わったことが僕は原因だと思ってて、僕らの世代がノイズミュージックの多分最初のジェネレーションだと思うんですけど、僕らの世代はみんなノイズミュージックやってる人はロックに影響を受けてます。でロックを聴く際に本物のアメリカやイギリスのバンドを見れる機会がほとんどなくて、みんなレコードで聴いてる。レコードでスピーカーの前でこうやって聴いてて、ものすごい大きな音量だと思ってみんな聴いてるんです。で脳内で頭の中でものすごいこうロックへの夢がうわーっと膨らんでって、過激で音がでっかくてステージ上で荒れ狂っててっていうのが脳内でイメージだけでどんどん増幅していったのが僕らの世代で、時々テレビでやる映像を見るとジミ・ヘンドリックスがギター壊してたり、ザ・フーがギター壊してるのをかっこいいって思ってるわけですよ。
でその部分だけの記憶がどんどん増幅して、である時僕らは、10代の終わりにギターアンプを手に入れます。ライブハウスに行きます。で日本のライブハウスはアメリカやヨーロッパよりはるかに狭いです。だけどギターアンプは全く同じフェンダーのツインリバーブだったりローランドの JC120 だったりします。それで全く同じ音量でボリュームを10にしてやったら、そりゃ大きな音になるしフィードバックもするし、だからおそらく僕らは多分ロックとかフリージャズとかをものすごく誤解して受け取って、で自分たちの脳内でものすごい大きな音であるような錯覚をし、実際にライブハウスでボリュームを10にしてやってしまったんで、こんな音楽になったような気がしないでもない。だから正確に情報を得て、作った音楽ではなくて、すごい誤解があって、偏った情報だけで生まれたようなところはあると僕は思ってます。何かの反動というよりかは妄想が広がって広がって広がって、なんかすごいノイズになってしまった。一つ日本のノイズミュージックですごく重要だったのはディレク・ベイリー、イギリスの即興演奏のギタリストの日本への来日公演があるんですけど、これちょっと聞いてください。日本のノイズミュージックはこのコンサート見て始めた人多いんです。実は非常階段とか、それから僕もそうです。だけどこの音楽を聴くとですね、全く非常階段でも何でもなくて、非常に素敵な即興演奏なんですけど、1曲目でいいですか？これ1976年だったかな、77年だったかな、ごめんなさい、1978年です。僕が高校生の頃にディレク・ベイリーが日本に来て、日本の何十都市でもコンサートやりました。みんな見てて全然意味が分かりませんでした。本当に意味が分かんなかった。で僕らは何を了解したかというと、ギター弾けなくてもステージに出ていいんだって勘違いしたんだと思う。ディレク・ベイリーは実際ものすごい高度なテクニックでこれをやってるんだけど、全然当時分かんなくて、それでみんな、ディレク・ベイリーが来日した1年後には日本のちっちゃいライブハウスはディレク・ベイリーの真似してる僕らの世代のミュージシャンがいっぱいいました。ちょっと止めましょうか。でその時ライブハウスの人からディレク・ベイリー禁止って言われちなみにイギリスのロンドンの、デンマークストリートの楽器屋には、天国への階段禁止って書いてある、ノーステアウェイトゥヘブンって書いてある楽器屋さんがありますけど、それと同じくらい日本のライブハウスでは一時ディレク・ベイリーの真似が山のように出たんですけども、その中から完全に勘違いしたまんまものすごく進化してしまったっていう側面も日本のノイズミュージックはあると思います。その情報が少ないがゆえに勘違いしたり、妄想が膨らんだりっていう、だから今とは状況が違うからですよね。違うと思います。情報が少ないがゆえにもう全然情報がないし、ディレク・ベイリーの発言何を考えてるかっていうのもわからないので、情報少ないがゆえに、もしかしたらちっちゃい、例えば、12歳の男の子が女の子ってどういうもんだろうって妄想するじゃないですか。ああいうのに近いかもしれない。分かりやすい例えのような気がしましたけれども、はい、時間もちょっと少なくなってきましたので、最後の質問どなたかある人、大丈夫かな？じゃあお願いします。Thank you very much. Well, since this is the last question, I'd be interested in how you see your own development in the future, and if there is something you're heading to from your perspective. Thank you. はい。将来。俺55歳なので、将来どういう仕事ってよりももうちょっと健康で音楽やりたいなっていう
ことかな。周りのミュージシャンたちが結構このくらいの年齢から病気になったり倒れたりしてるので、まだ死にたくないなって思ってますけど、Well, I wasn't talking about your upcoming death or something. 分かってます。I know。でもこの年齢になると将来って考えると死のことを思い浮かべます。皆さんの年代だと将来は本当に希望に満ちてていっぱいいろんな可能性があると思うけど、だんだん可能性がなくなってくる。だけどやっぱ音楽以外に何かやりたいってことはないかな。音楽のことしか考えてないですね。願わくば、さっき言ったようにずっとギターが弾けたらいいと思うし、でもそれもこの年齢になるといつ弾けないような事態が起こるかもしれないってことを覚悟しながらやってるかな。あともう一つは、特に東日本大震災の後に感じているのは、今までは人前に出てこうやって何かを伝えたりレクチャーしたりってことにはすごく消極的でしたけど、最近は話が来たら喋ろうって思うようになりました。その理由はもともとは音楽ってその人が死んだら消えちゃうでいいと思ってるんです。今でもそう思ってるんだけど、例えばチャーリー・ミンガスが死んだらチャーリー・ミンガスみたいなミュージシャンは別に次の世代で出てこなくてもいいと思ってて、録音が残ってるし。だけどだから僕が死んだら僕みたいなミュージシャンはもう出なくていいっていうか、自分のやってることも伝えなくていいとも思ってたんですけども、これは特にミュージシャンに対してじゃなくて、音楽をやってるのではない人に対して僕がこの30年間見てきた世界のことを伝えた方がいいかなって思うようになりました。どういう世界かというと、ずっとツアーしていろんなところで変わった音楽を僕やってきたわけで、それで見てきた世界っていうのは多分ずっと一箇所に住んで、暮らしている人とは違う世界なので、そうじゃない世界もあるっていうこと、特に日本の場合はさっきも言ったように、外の世界があるっていうことを意識してない人がすごく多いので、それでこれは日本だけの問題じゃないかもしれないですけど、ヘイトスピーチのようなことが今はいろんなところで起こっていて、日本に住んでいる韓国人や中国人に対しての暴力的な差別をする人とかも今増えてきているので、そういうのを見てると、そうではないアイデアで音楽をやってるっていうことを、話す機会があったら喋った方がいいなと。特に僕は暴力的な音楽やってるので、一歩間違えるとその暴力的な音楽っていうのが自分以外の人を排除する音楽に聞こえてしまう可能性もあるので、そうではないんだってことは言っていきたいなと思ってます。大丈夫でしょうか。はい、とてもいいお話伺えたと思います。大友さんとは、何日か後にじゃあそうだ、みんなと一緒に演奏できるのを楽しみにしております。はい。ということで、本日は、どうもありがとうございました。大友義秀さんでした。